こんにちは、まるっぽチャンネルのまるぱぱです。はい、今はですね、夜の11時半でございます。はい、今日ね、お昼に普通にね、家にいた時に、こたつに入りながらですね、こうずっとスマホでね、いろいろとこう Google 先生でこう調べてたんですけど、その時にですね、ある記事を見つけまして、それが何かというと、まるんぽチャンネルのまるぱぱといえばね、いろんな肉をこよなく愛してるんですけど、その中のね、一つ兵庫県の但馬牛のね、こちらの方もこよなく愛してるんですけど、なんとその但馬牛のすき焼きランチが、天気予報によって半額になるかもっていう記事を見つけたんですね。で、実はですね、明日かな、ちょっとお天気の方が、全国的に崩れると、特にね、その但馬牛をいただけるその地域っていうのは結構どちらかというと雪がねたくさん降るエリアなんですよね。そのすき焼きが食べれる場所っていうのが道の駅村岡フォームガーデンさんっていうところのレストランで、そういう企画ですよねをされてるみたいで、どうしてもねちょっと冬場は客足がね遠のくっていうこともあって、1月の中旬から、今回はね2月の28日まで限定っていうことなんですけど、約5000円相当のその但馬牛ランチすき焼きランチがね、なんと一番天気がいい、晴れであっても3800円で食べれると。晴れか曇りで3800円ね。で、雨の日は2800円で食べれる。で、雪の日はなんと2300円で食べれるらしいんですよ。で、雪の中でもね、大雪やったらさらに安く2000円で、大雪警報が出てたら1500円まで値下げをねしていただけるっていうことで、そういうね記事を見つけましてですね、これはもうちょっと行かなあかんなと思って急遽ですね家を今飛び出してきて、明日のね、ランチに備えてですね今走ってるわけなんですけど、で今のところはですね天気の方は特にね悪くもなく雪が降ってるわけでも雨がねこうやって降ってるわけでもないので、ちょっと明日の天気次第なんですけどね。でその天気のなんていうかな、天気予報に応じてその金額が変わるんですけど、その天気予報の基準っていうのが、朝8時の段階で天気 .jp っていうね、サイトというかアプリというかあるんですけど、そちらの方で道の駅のあるね、兵庫県のその上町ですね、そちらの方の天気予報を基準として、されてる天気で金額が決まるという感じなんですよ。しかもね、こちらのランチなんですけど、但馬牛肩ロース 150g と、あとお野菜でご飯、味噌汁、卵、漬物、小鉢に締めのうどんまでついてくるというこれはですね満腹太郎の人はもう絶対行かんとダメですよね。っていう感じで今向かってます。今11時半過ぎてて、今京都のですね亀岡っていうところを走ってるんですけど、まだこっからね2時間半近くかかるですね。ちょっと下道で走ってるので、で途中でね仮眠をしながらですね、明日の朝の8時のその天気予報をねちょっと見つつ、道の駅村岡ファームガーデンさんの方にね明日のお昼には着くようにちょっと行ってみたいと思います。そ
そんなことでね、ちょっと面白い企画やなと思って、ぜひ皆さんにもねちょっと行っていただきたいなっていう部分も含めて、出発しております。でもちろんね、そのお肉っていうのもね、いろいろその質があるじゃないですか。でも今回は但馬牛っていうね、ブランド牛の名前をしっかり謳ってるんで、肉質が悪いっていうことは多分ないと思うんですよ。ただやっぱりその辺もちょっと気になると思うんで、その辺りのねお肉とかね、食べた感想とかね、そういった部分もしっかりとですね、評価というか、評価って言ったらちょっとおこがましいですけど、していきたいと思います。ということで行ってきます。今はですね、もう夜中の1時40分を回ったところで、2時間ぐらい走ったのかな。国道9号線をずっとこうまっすぐね、走ってきました。でもうあとね1キロもないぐらいで道の駅八日田島の倉さんっていうところに、着くので、もうそこでねちょっと今日は、仮眠を取りたいと思います。で明日のね朝の8時にね、天気 .jp かそちらの方でね、今日の天気をね確認しないとダメなので、それによってね金額は変わってきますからね、すごい重要。なんか寝過ごしそうやけど、そんな感じではあります。見えてきた見えてきた。結構トラックが多いですね。こっからね、道の駅村岡ガーデンホームさんはだいたい2、30分で行ける感じか。そんな感じです。とりあえずどの辺に泊まろうかな。1台キャンピングカー止まってますね。端っこがいいかな。改めておはようございます。もうね8時になりました。今のねお天気はちょっと雨が降ってる感じかな。っていう感じです。で天気予報の方なんですけど、今検索してみると、その、道の駅があるところがね上町なんですけど、上町の8時発表のお天気の方はというとこんな感じ。わかるかな。雪、一時雨みたいな感じになってます。これで言うとすき焼きランチの方は安い方の割引価格を適用されるっていうことなので2300円2300円になります。ただここに書いてる大雪警報の日は1500円まで値下げるっていうことなんですけど、一応ね大雪警報出てるんですよ。このだから1500円なのかもしれないです。2300円と1500円って800円違うからね、下手したらランチが1食食べれるというぐらいの金額になってくるので、ちょっとねその辺もどうなのかなっていうのがあるんですけど、もうちょっとねしたらこちらの方出たいと思います。言うてもここからね2、30分で着くんで、それまではねちょっといろいろとしたいと思います。あとね、道の駅村上ファームガーデンさんまで10キロ10分ぐらいのところまで来たんですけど、
結構やっぱり雪降ってきましたね。もう、まあ、今はね下は全然積もってないんですけど、雪がいっぱい降ってきてて、大体の感覚で言うとね、やっぱりこれぐらいの時間、昼前ぐらいの時間にこんだけ降ると結構積もる感じかな。まあとりあえずね、ちょっと安全運転で、はい、あと10分ほどね向かいたいと思います。はい、道の駅村岡ファームガーデンさんに着きました。もう11時なんでお店オープンしてますね。はい、ということで早速ね車を止めて、はい、入っていきたいと思います。はい、それではね、道の駅村川ファームさんの方に早速入ってね、すき焼きのランチを食べたいと思います。イエイイエイ。まあ、ランチとかはね、いろいろありますね。はい。但馬牛肩ロースすき焼きランチ、雪で2300円ですね、今日ね。店内入りました。このね、タッチパネルの方で、なんかいろいろと天気によってこう金額は違う感じですね。今日はまあ雪っていう扱いで2300円、警報だと1500円とかね、今日はまあ品切れになってますけど、はい、そんな感じです。はい、今はまだね11時オープンしたてなんですけど、まあやっぱり雪のせいかね、お客さんが全然来てなくて、まあ丸パパだけになってます。はい、ここからはですね、音声の方が取れてなかったので、アフレコでいきたいと思います。はい、但馬牛肩ロースすき焼きランチが来ました。はい、ちょうどこの時ね、右の窓のとこにサラダバーがついてますよっていう表記があったので、店員さんの方に確認します。はい、で、サラダバーもついてるっていうことやったんで、この後ね、取りに行ってる感じですね。はい、サラダバー行ってきました。左手ドレッシングかけすぎのサラダに、あとご飯、お肉、卵、味噌汁、締めのうどんが来ました。食べるのが楽しみです。はい、それではいただきます。はい、とりあえずね、卵の方を手に持って先に割ってですね、はい、かき混ぜるような感じになってます。はい、今回卵ね、割るの成功ですね。結構失敗してね、ぐちゃってなってしまって手につくっていうのがよくあるんですけど、はい、まあ今回は成功です。でね、卵を先にかき混ぜても食べれないのになんで先に卵いってるんでしょうね。先に野菜入れた方がいいのに、こうやって改めて見るとね、なんか段取り悪いなってよくわかりますね。はい、ようやく玉ねぎで白菜、はい、あとおネギとね人参とね、はい、入れてます。でこれでねちょっとお鍋の方が煮えるのを待つような感じですね。でその間にですね、はい、ご飯を、なんでご飯を持とうとしたやろ。はい、サラダですね。血糖値最近ね、ちょっとだけ気にしてて、まあ全然高くはないんですけど、まあその血糖値が緩やかに上がるようにね、サラダから、はい、いただいてますけど、ドレッシングなみなみです。これドレッシングこんなに手かけてて意味あんのかな？はい。実はですね、これ1月20日に撮影してるんですけど、年末からね、マルパパダイエットを実はしてて、ちょっと顔がシュッとしてるでしょ。はい。まあ年末から4キロぐらい痩せたんかな。はい。ただいま絶賛ダイエット中で、今も持続してます。チラチラね、向こうの方見てますけどね。多分店員さんがですね、むっちゃこっちを見てて、それを多分気にして食べてる感じですね。まあ、この年のおっさんが一人でカメラをね、持ってね、テーブルのところにね、置いて喋りながら食べてると、まあ、不気味ですよね。
で、後ろの窓を見てもらったらわかるようにね、もう雪がすごかったですね。もうちょうどもう猛吹雪というか、かなり雪を降ってる中、ね、ちょっとね、車のことも心配しながら、これご飯食べてるんですね。まあ、なかなかちょっと煮立たないんですけど、もうそろそろちょっとお肉を入れようかっていうことで、お肉をいじり出します。で、お肉の方もね、但馬牛なんですけど、結構食べやすい大きさにこうやってカットしてくれてて、はい。あんまりね、厚みがあったりとか大きすぎるとね、食べにくいというかね、まあお鍋も小さいですし、まあね、以前行った、お肉屋さん、まあすき焼き屋さんとかやったら結構ね、大きい形なんですけど、やっぱり鍋がね、結構ね、大きいんでね。まあこれぐらいの大きさの方が一口サイズで食べやすいかなっていう感じですね。はい。全然煮立たないですね。なんだこれは。火力が弱すぎる。はい、ようやくね、お肉の方が出来上がってきたので、早速ね、はい、いただきたいと思います。美味しそう。卵にね、十分絡めながらですね。はい。いただく。あー、美味しい。美味しい。この後美味しい顔。あんまりしない。はい。まあ、すき焼きはやっぱりご飯が進みますよね。結構ね、やっぱりお肉がね、150g あって、お鍋にもいっぱいあってね、お皿にもまだあるんですけど、結構なボリュームでしたね。できればご飯2杯3杯食べたいところ。美味しい。逆にね、お肉をどんどん食べないと、本当にね、ご飯が何本あっても足らないので、野菜もね、バランスよく、はい。取りながら、お肉も追加で入れてですね。もう見ててお腹減る。あー、美味しい。もういつもやったらこの段階でご飯多分2杯目いってると思うんですけどね。やっぱりちょっとダイエットをしてるせいか気にして、まあ一杯で収めるように頑張ってますね。まあ締めのうどんもあるんでね。正直このうどんなんかすごい細い、なんかしょぼそうなうどんやったから、ブヨブヨの麺かなと思ってあんまり期待してなかったんですよね。はい。それではお肉ができたんでね、食べたいと思います。うどんはもうちょっとかな。美味しい顔。美味しそうにしてますね。マルパパはちなみにですね、最後に美味しいものを残す派。これね、みんなは分かれると思うんですけど、まあ残す派なんで、先にね、小鉢とかね、漬物とかね、その辺多分食べていってると思います。で、今回に関しては多分締めのうどんを最後に持っていく感じかな。はい。で、これうどんもね、器に1杯ぐらいやって、そんなにね、多いなっていう感じじゃなかったんですけど、鍋の方に入れてね、煮足すとこう、ちょっとやっぱりうどんが膨らむのかな。結構なボリュームがあって、はい。すごく美味しかったです。うどんもね、あんまり見た目パッと見美味しそうじゃなかったんですけどね。結構ね、もうこれぐらいの時間になってきたら、お昼近くになってきてて、周りのね、席もだいぶ埋まり始めてきてました。結構年配の方からね、高校生の3人組みたいなまで、結構老若男女というかね、女性の方も多かったですし、はい。まあ結構地域でもこのね、すき焼きランチが浸透してるんかなっていう感じでしたね。ちなみにこれ土平日ですから。これ多分味噌汁忘れてましたね。ちょっとぬるくなってる感じ。はい。でも最後に残したくないから先に飲むという。はい。ご飯もなんとかね、いっぱいで調整していきましたね。
完食です。はい、最後にお茶を飲んで。はい、今頃ね、この小さいトモがあるのに気づきました。ということで、ごちそうさまでした。美味しかった。はい、すき焼きランチ食べてきました。ですき焼きランチを食べれるレストランのね、隣には精肉店もあるんでね、ぜひね、お持ち帰りもこちらの方でしてください。はい、お値段はね、もちろんね、お安い感じになってます。結構ちょっとお得な感じで但馬牛が楽しめるので、ぜひね購入してみてください。でその隣に、こちらの通路の方をね渡ると、道の駅の物産展の方に行きます。はい、こちらの方でもね但馬牛の、ハンバーグであったりとか、スモークをね食べたりできます。魚のフィッシュもありますね。はい、奥の方に行くとね、カスリの海産物ということで一夜干しが売ってます。はい、ということで今回はですね、道の駅村岡ファームガーデンさんで美味しいね、但馬牛のすき焼きランチ食べてきました。はい、天気によってね結構値段の方がお安くなったりするんでね、ぜひね2月28日までなので、はい、こちらの方に食べに来てください。ということで今回の動画はこれで終わりです。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。